どうも皆さんこんにちは、ソバルトです。今回はですね、バトルフィールド5最終日を終えた感想をちょっと言っていこうかなと思います。感想といっても、バトルフィールド1とバトルフィールド5のどのぐらい違いがあるのかを軽くまとめて説明していこうかなと思います。よろしくお願いします。もしすいません、間違ってたら本当にごめんなさい。では私が気づきましたバトルフィールド5、バトルフィールド1の大きな違いをちょっと説明していきたいと思います。まず、一つ目、スポットシステムですね。でこのスポットシステムっていうのが何が変わったかっていうと、バトルフィールド1では Q キーを押したら敵をスポットできる機能があったと思うんですが、バトルフィールド5ではそういった Q キーを押したら敵をスポットできて赤点が残るという現象はなくなりました。で、その代わり追加されたものっていうのが、要はスポット、制圧を受けた際、例えば誰かから攻撃を受けた際に敵にバレてしまうっていう機能が追加されたらしいです。要は簡単に言うと誰かにバババーンって撃たれたらあそこに敵がいるよっていうのを赤点に表示されるんです。ただ赤点に表示された後もバトルフィールド1とは違って、赤点に表示された後どっかに隠れようとしてもずっと残り続けるんですよね、赤点が。で、その赤点が残り続けて、要は簡単にその決め打ちされて落ちんじゃうってことはあるんですけど、バトルフィールド5に関しては、戦車の裏側とかオブジェクトとか、スモーク越しに隠れたりすると、スポットが消えるらしいです。なので、撃たれたらすぐに引く。引くこと覚えろカス。HOK 戦法が使えるんです。そう、かなり強い。FPS では引くことを覚えるカス HOK 戦法ってかなり主流のものになってると思うんですが、今回のスポットシステムの改変によって HOK 戦法がかなり強くなります。で、自分もかなりこれに困惑してて、誰かと打ち合ってると、突然横槍が入ってくるっていう現象がよく起きるんですよ。だから多分、その打ち合って、お互いに打ち合ってお互いに制圧受けてる状態でなると、そのスポットが表示されてしまうっていう現象が発生している。で、瞬殺されるって形なんで、本当にうまく遮蔽物を使ったり、撃たれたらすぐに隠れて、すぐにスポットを隠すっていう立ち回りをしないと、そんなにキルレは伸びないと思います。ただ逆にそのシステムを利用して裏取りが簡単になるっていう状態でもあります。結構バトルフィールド5って裏取りが簡単にできてるんですよ。このアルファテスト期間で一つすごい鬱陶しいなって思ったのが敵の裏取りですね。ずーっと裏取られるんでなんでだろうなと思ったら、結構建物とかが多いんで建物に隠れたりしてずっと待ってるんですよね、街を。あと無線ビーコンとかも増えたんで、なおさら裏取りがはかどるらしいです。でもそんなもん脇ポを早く潰せよと思うんですけど、バトルフィールド1に比べて本当に建物が多いんですよ。なので一つ一つ建物を潰すわけにもいかないし、逆に建物とかで待たれてたらすぐ負けちゃう可能性の方が高いんで、結構裏取りを全員始末するっていうのは難しくなってます。だから脇ポの代わりをするユーザーがいたりプレイヤーがいたりすると、かなり裏取りをもう断絶させることは無理ですね。だから最初の一つ目は、スポットは弱体されたか、その分戦術が増えたっていう面で、バトルフィールド5、また新しい戦術ができるようになりました。で、次なんですけど、バトルフィールド1とバトルフィールド5で、走り系のモーションが一つ追加されて、しゃがみ走りっていうのが追加されました。で、そのしゃがみ走りを紹介する前に、バトルフィールド1とバトルフィールド5の走り速度、どっちが速いのかをちょっと検証してみました。こういった検証は初めてなのでガバガバ検証だったら申し訳ないです。バトルフィールド5の方がちょっと早いのかなって思って気になって動画撮ってたんですけど、あんまり変わらないっていう感じですね。で、結果もどっちも8秒で本当に誤差の範囲なんですよね。で、次にしゃがみ走りなんですけど、しゃがみ走りと普通の走りの比較なんですけど、最初はあんまり変わんないからずっとしゃがみ走りを使ってたんですけど、やっぱり普通に走る方が若干早いんですよね。で、しゃがみ走りはちょっと1秒遅れで到着しました。9秒18という記録になっております。正直今の動画を見ていただいたらわかるんですけど、しゃがみ走りの方がやっぱり頭隠せたりするし、実際ヒットボックスも少なくなるので、結構ね、しゃがみ走りの方が俺は強いのかなって思いますね。だから、ただ1秒差ぐらいなので、1秒で何かしらすごい変わるかって言ったら、そんなに俺は変わらないと思うんですよ。しゃがみ走り他にメリットがあるかどうかはわからないんですが、足音消したりっていうメリットもありますし、結構ね、そんなに速度も変わんないんで、しゃがみ走りを多用する戦法が強いのかなって感じましたね。
で、ちょうど今動画を流したと思うんで、次はスポットフレア弱体化されたことについてお話ししていきたいと思います。ではまず動画を見ていただきましょう。どうぞ。こちらはフレアガンの動画なんですが、発射と同時の降下時間を測っております。バトルフィールド5のスポットフレアは高度によって範囲が決まるんですよ。なので低く撃てば撃つほど範囲が小さくなってしまうし、高く撃てば撃つほど範囲は大きくなります。ただ、降下時間がすごい短いです。こちら17秒。で、バトルフィールド1に関してはまだまだ続きます。バトルフィールド1に関してはスポットフレアの効果がかなり強いっていう批判の声もあったので、俺は両アップでだとは思います。ただ、もうめんどくさい、裏取りが。裏取りの処理が本当にめんどくさくなりましたね。範囲も小さいし、ちょっと打つのに癖があるので、最初使うのには違和感を感じるかなって思います。バトルフィールド1から始めた人はね。はい、4つ目の違い。ビークル系クソ雑魚になりました。飛行機も戦車も含めて全体的にかなり弱体化されてます。というかね、バトルフィールド5の、クローズドアルファだからバグなのかもしれないんですけど、戦車に関してはずっとスポットされてるんですよね。多分バグだと思うんですけど、ずっとスポットされてるのやばくないですか？で、ずっとスポットされてるのなんでやばいかっていうと、このゲームってロケットガンがあるんですけど、ロケットガンってちょっとかなり偏差打ちができるんですよね。偏差打ちができて、本当に山越しに隠れてもうまく当てれば山越えて戦車に直撃させることもできるんですよね。でそんな状態でずっとスポットされてるってことはもう致命的なんですよ。プラス大体戦車の位置が分かればこっちも立ち回りやすい。その破壊 しに行くんだったらこういうルート行けば今敵の戦車あそこにいるからここら辺は車線通ってないから裏取りやすいなっていうのも簡単にわかるんですよ。それが今致命的に戦車が弱くなってる現象の一つですね。あとはバトルフィールド1に比べてロケットガンが追加されたから太刀打ちで対戦車できるっていうのもでかいし、戦車サイドは修理する際にある程度物資が必要なんですよ。で、その修理をしている中で物資がなくなったらもうそれ以上修理ができなくなるので、もう毎回そのポイントがあるんですけど、物資を集めるポイントで X ボタンを長押しして修理をしないと物資が回収できないっていう状態になっております。それが弱体化の一つ。飛行機も同じですね。飛行機も同じようにポイント通らないと修理ができない現象になっております。でもこの4つ目の情報に関してはビークル勢からしたら秘宝であり、歩兵からしたら朗報なんですよね。バトルフィールド1って本当にビークル無双ゲーだったんですよ。もうイリアとか、初期とか塹壕戦闘機だっけ、塹壕戦闘機とかいうもうイカれた飛行機とかも出てるぐらいなんで、結構それで戦闘機とかビークルをナーフしてた時期があったんですけど、バトルフィールド1運営多分ビークルにボコボコにされたんでしょうね。もう完全にビークル死亡です。私バトルフィールド5のクローズアルファやっててビークル系にやられたのって本当に指で数えれるぐらいなんですよ。しかも飛行機は確か1回ぐらいしかやられてないんですよね。1回機銃でバババーって抜かれたぐらいで、本当に運悪いなぐらいだから、マジでビークルでやられることはほぼなく、歩兵の楽園になりましたね。というかビークルが弱くなったっていうもう一つの理由としてはスポット関係ですよね。赤点スポット、赤点打ちができなくなったから、そういったのもあるんでしょうね。ビークルでキル取れなくなったのが。前は赤点でもう本当に爆風で飛ばすみたいなのが主流だったんですけど、もう今じゃ無理だね。そういった戦術無理。だから本当に見たものしか真実ではないっていう立ち回りでいくしかない。で、5つ目。これは違いというより、ゲーム自体が違うからしょうがないと思うんですが、バトルフィールド1に比べてバトルフィールド5は中距離での打ち合いがかなり増えてます。それがなんでかっていうと、STG っていう武器があるんですけど、あの武器確かね、ヘッドショットで中距離で50以上食らうんですよ、確か。で、これ中距離で頭2発入れればもう終わりなんですよ。パンパンって言ってれば。本当にスチームとか出てくるシュンコロゲーに近いようなイメージですね。今使っているサブマシンガンは、中距離でヘッド入れてもそんなに食らわないんですけど、近距離専用なんですけど、STG とかアサルトライフルでも中距離で戦える武器なんですよ。なので、打ち合い感覚としては、本当にバトルフィールド1とは全く違うとは思います。なので、今、バトルフィールド5の修行をバトルフィールド1でやりたいっていう人は、中距離専用武器を使ってヘッドショットを狙う練習をするといいと思います。私もそれやります。武器に関しては今後アップデートが入って加わるし、まだアルファの段階なんで威力とかの調整もどんどん入ると思うんで、これ以上は武器に関しては言わないんですが、現状は中距離で打ち合うのが強いゲームになっております。
で、ここからは違いというより感想になるんですが、ちょっとバトルフィールド5をやってて思ったこととしては、なんかね、バトルフィールド1の DLC コンテンツやってんじゃねえのっていうイメージが少し強いですね。ただこれは本当にバトルフィールド5買いたくないよっていう意味じゃなくて、今の現状クオリティがそのぐらいなのかなって思います。っていうことはそんなにスペックも変わらないんですよね、バトルフィールド1と。雪マップもね、バトルフィールド1に出てたからちょっと似てるんだよね。ただやっぱり遮蔽物の大きさ、遮蔽物が全然違うから、もう数も大きさも違うんで、なんか打ち合い、立ち回りが全然変わってきます。っていうところは俺はいいところなのかなって思いますね。まあ正直一つの FPS ゲームとしては、俺は全然完成しているゲームなのかなとは思いますね。面白いしね、やってて。やってて俺は普通に面白いと思うんだけど、まあじゃあこれをバトルフィールド1の人が始めたとしたらちょっと最初違和感を感じるかもしれないですね。で結構いろんなところのコメントとかにもあるんですけど、まず掲示板のコメントで、バトルフィールド5、女性兵士出んのってそんなに違和感ありますかね。なんかもともと女性兵士いたっぽいし、俺別にそんなに違和感は感じないと思うんですよね。なんか全然、ねえ、ペーパーマンみたいにいっちゃほいっちゃ言わなければ全然俺は問題ないと思うんですよ。まあ、海外の掲示板サイト、ほとんどが女性兵士に対してのヘイトしかないんですよ。なんか事前に調べておこうかなって思ったんですけども、その女性兵士の偏見つか批判しかないですね。批判しかなかった。なんでこんなに女性兵士に対してヘイトが溜まるんだろうなっていう疑問が一つ私は生まれましたね。あと、コットに似てるねっていう質問もあったんですが、まあ確かに敵にダメージを与えた時パス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 っていう音が鳴るんですけど、その音が確かにコットに似てますね。ぐらいかな、あとは感じるのは。そんなにあとはコット寄りになってるイメージはそんなにないですけどね。別になんかぴょんぴょんゲーになったわけでもないし、ね、空飛んだりしてないんで、そんなにコットには寄ってないのかなって私は思いますね。あと、バトルフィールド4よりダメなダ作だって言ってる人は、ちょっとわかんないですね。申し訳ないです。バトルフィールド4を推してる人って、要は、近代戦がやりたい人なんですかね。どうなんだろう。バトルフィールド4を推してる人って、近代戦がやりたい人なのかな。で、もしなんか近代戦がやりたいって言うんだったら、今度出る Steam で、ワールドワー3っていうゲームが出るんですよ、Steam で。それはちょっと買ってみるといいですよ、マジで。ワールドワー3俺も買おうと思うんで、よかったらぜひ皆さん一緒にやりませんか、現代戦。であと、バトルフィールド4を押してる人の理由なんかあったらよかったらコメント書いてみてくださいよ。ちょっと、それ私の普通に純粋に意見が聞きて、それを批判するわけじゃないし、なんかそれをネタにするわけではないんですけど、ちょっと意見聞いてみたいな。まあ動画でちょっと触れるかもしれないですけどね。ということで、まあ、今回バトルフィールド5大きな違いと、まあ、やってみた感想をちょろって言ってみました。まあ、バトルフィールド5の動画今後も上げていこうと思うので、よかったらチャンネル登録お願いします。まあね、皆さん、まあ今後ね、まだアルファの段階だし、また次はベータがあるんで、本当に運営を信じて待つのみだと思います。あとはまあフォーラムとかね、意見ボックスとかにさ、書いて、自分なりにその意見を述べてみるっていうのも、まあ有意義な方法だとは思います。ということで、お疲れ様でした。ありがとうございました。バイバーイ。